里に近づいてきているという声は全国で聞かれるようになっています。おはようございます。到着です。こんにちは、ルカアランドヨネちゃんです。アラフィフ男の日本を巡る旅、東日本編。7月早々、狂った暑さの関東から新潟に向かい、フェリーで小樽に逃亡します。早朝の小樽で朝活、ご飯うめえ。隣の札幌に向かい、時計台にオンちゃんに大通公園。初めての北海道、市街地を離れればどの風景もザ・北海道に見えてきます。海沿いのオロロンラインを北上すると、厳しい崖と雄大な平野が交互に現れ、ルモイのマスコットは数の子。酒スティックおいしい。オロロン町のモニュメント、赤いトラクター、地平線の見えるサロベツ原野にそびえ立つオトン類の風車群になすすべもなく見惚れてしまいます。巨大な風車がゆったり回り、振り返ると利尻富士。お祭りの稚内市内を抜けて夕暮れ前にキャンプ場に着いたのでした。ウィス。稚内森林公園キャンプ場はノシャップ岬に通じる台地の上にあり、稚内港が見下ろせてとっても気持ちのいいところでした。キャンピングカーや車中泊とかバイクや自転車のキャンパーも集まって、トイレとか水場もあって無料なんですよね。超素敵でした。港と駅の方に行ってみます。昭和初期に作られたこの防波堤ドームは、樺太に向かう連絡船と駅の乗り換えのために作られたそうで、すごい荘厳な感じが独特です。どうも雰囲気が昔のアップルマッキントッシュの CM を思い出してしまう50代です。稚内は年間130日も強風にさらされるらしくて、暴風防波堤として建造されて430メートルにわたって70本の柱が並んでいるそうです。もともとはこの辺が乗り換え駅だったそうですね。80年代ぐらいのバイク雑誌にここにテント張っちゃう猛者が乗ってたのを思い出しました。当時は青春18切符の人たちも駅泊とかやってましたから、おおらかだったんですよね。しかし建造からすでに100年経っているのに、圧倒的な存在感が素晴らしいですね。さて、こちらは現在の JR 稚内駅、道の駅でもあります。この日の東京の最高気温が36度、稚内駅前は朝8時で21度と非常に爽やか。いや、ちょっとむしろ寒いです。駅構内めっちゃ綺麗なんですが、稚内駅は年々利用者が減少しているそうで、2010年には単線ホームになり、2024年秋には自動券売機も廃止になったそうです。おはようございます。一番北にあるマクドナルドです。稚内のちょっと有名スポットになってます。はい、ガソリン入れたついでに2回目の朝ごはんを食べに来ました。今日はこれから網走の方まで向かいます。稚内の町はさすが港町なんで結構大きくて、道路標識には時々ロシア語があったりします。宗谷岬方向に向かうとすぐに出てくる稚内空港のところにはレッドバロンのバイクステーションという宿泊施設とメンテ工場があって、ビジターでも使えるそうです。これいいですよね。左は穏やかな日本海、道路拡工事ですかね。パワーショベルが止まってましたけど GNSS ついてますよね。北海道の工事現場で見かけるパワーショベルのほとんどについてました。農機具も重機も北海道は本当スケールでかいし効率的ですよね。なんてことを言ってたらあっという間に宗谷岬到着です。白い道の看板も出てました。到着です。これは順番待ちをしてるんですね平日だけど
北海道はこれだけ観光のパワーがあるっていうことですよね。はい。あんまりね、外国人の観光客は多くはないんです。ただね、自転車旅行中の外国人は何組かいますね。アクティブですね。夏本番はこれからだと思うんで、そのぐらいになってくるとまた変わってくるのかもしれないですけど。海が綺麗でね、海藻がたくさん生えてました。割と先の方まで浅いんですよね。アオサギかな？海にもいるんですね。今日は割とお天気やばめなので先々進みます。もうここからはオホーツク海、稚内方面と違ってこの先何にもない景色が続きます。いや、全く何にもないわけじゃないし、時々集落があったり起伏もあるんですけど、空が広すぎて道路も綺麗なのに対向車も少なく、人も見かけないっていう、なんかちょっとなんか不安というか、ワクワクのような、これが北海道らしさなのかなと思いました。稚内に出てから初めて見た窓が大きな鉄筋コンクリートの建物は小学校でした。こうしてまた何にもない。パークゴルフ場のある道の駅に入ってみました。広っ。北海道の道の駅ってほんとスケールでかいよね。ホテルもあるし。猿払牛、よーく振ってから開けます。薄甘い感じ、あんまりクリーミーって感じじゃないけど、これも濃いです。美味しい。分厚い雲のあちこちから雨のカーテンが伸びているのが分かります。北海道は本当にあちこち風車があって大小さまざまなものが見られます。都道府県単位では最も風車が多いんだそうです。そして海沿いの平原は湿地が多くて川はゆったりしているのがいいですよね。逆に開拓は大変だったろうなと思います。ついに雨になってしまいました。短期間にすごく降られたんですが、とにかく道がまっすぐなので気を使わずに済みます。しかし道がいいですよね。私も少ないので水たまりになってなくて、すごいなと思いました。しばらく走るともう道路が乾いてます。
北緯45度のモニュメントを過ぎたあたりで自転車ツーリングの人たちを見かけました。北海道の旅では自転車ガチ勢に本当に驚かされました。なんか毛玉が急に飛び出してきたと思ったら子熊のようです。茂みから出てきてステップワゴンの周りを走ってまた茂みに戻っていきました。この辺に親もいるのかな。すぐ先に人家もあって草むらの向こうは海なんですよ。でこの動画をツイッターに投稿したらテレビ朝日から接触があり、この日のニュースに数秒使われました。視聴者撮影ってことになります。年々クマが人里に近づいてきているという声は全国で聞かれるようになっています。道の駅をコッペに行きました。さっきまでですね、高校生かなぐらいのダンスパフォーマンスがあって、地元の人がすごいいっぱい見に来てました。おこっぺといえばですね、おこっぺ牛乳ですね。さっきはサルフツ牛乳を飲んでましたけども、よいしょ、こっぺ牛乳もいただきます。こちらもマイルド。こっちはすごいクリーミーな感じがする。美味しいです。濃いのかな。さっきサルフツ村出てからですね、すごいドシューンって雨に降られてで、急いでカッパ着て出てきたら15分もしないうちにカラッと晴れるっていう、またヌグフルキルヤム現象が起きてるのででも今日は確実に雨やられるんで、いろいろ寄りたいところはあったんですけど、だいぶすっ飛ばして、網走の方に向かうことになりそうです。はい、だいぶ風も強くなってきたので天気は変わりやすそうです。では引き続き頑張って走ります。使えるんですね。これいいですね。こっちはちょっとよくわかんないけど畳敷きの部屋になって使えるみたいですね。道の駅とかでいろんな人に会って話してた時に鍵族っていう言葉が出て、いわゆるバックパッカーのことらしいんですけど、70年代ぐらいの登山リュックが横長のが多くて大荷物だとカニに見えるっていうところから来てるみたいです。昔の北海道は道路もっと悪くて、暗くなるとバックパッカーがひかれる事故がよく起きたそうで、こういう歩行者通行帯が片方にしかない橋はこういう事故を教訓に後から付けられたものが多いんだそうです。ちなみに登山リュックが縦長になるとエビ族って呼ばれたっていう話も聞きました。サロマ湖大きいですよね。直前にあった道の駅サロマ湖で味噌ラーメンを頼んだらあんまり美味しくなくてね、しかも松山千春が大音量エンドレスだったので激励してるところです。湖としては実は霞が関に次ぐ日本で2番目に大きいんだそうですけど、浜名湖くらいかなと思ってましたけど、もっと全然大きいんですね。はるか遠くにさすが見えてます。
たよ網走湖。このキャンプ場はすごいですね。これで無料。予備戸浦キャンプ場、ここはバイクで使うには最高ですね。ゴミは持ち帰りですけど、水場も水洗トイレもついてて、近くに日帰り温泉もありました。はい、網走湖畔の予備戸浦、キャンプ場という無料のキャンプ場で一泊しました。夜、7時、8時ぐらいから雨降り出して、夜中2時ぐらいまで降ってたんじゃないかなと思います。今日もですね、お昼ぐらいからまた雨がいっぱい降り始めるみたいで今日これから根室の方に向かって走っていくんですけど、完全に降られるなっていう感じです。そんなわけで、ここ無料のキャンプ場ですけど、めちゃめちゃ質いいですね。バイクでここまで入ってこれるところはアスファルトになってて、で、こういう芝というか草地のところはペグが刺さりやすいです。めっちゃね。で、すぐ近く道路走ってて、で、さらに、鉄道も走ってるんで、その辺の騒音はあります。まあでも、全然気にしないで寝てました。で、湖は、ご覧のように非常に綺麗で、朝方とかは魚の跳ねる音が聞こえてました。オホーツク海を見ながら知床半島に向かいます。網走から知床半島までは大きな平野が続き、海沿いには湿地が多いです。遠くに山影が見えます。しかし道が本当にまっすぐ、ずーっとまっすぐ。いやー、まっすぐ、本当にまっすぐ。斜里町から知床半島が近づくと、大規模な暴風林が幾重にも出てくるようになりました。これはその暴風林を横切るところです。暴風林というか雑木林ですね。これだけ暴風林が続いてるっていうのは風が強いってことなんでしょうね。面白い。
知床半島に入ると広大な平野が終わって山が海に迫ってくる地形になっています。もう断崖絶壁ですね。ウトロ漁港に立ち寄ります。知床遊覧船沈没事件の観光船がここから出てきたことでもちょっと知られてますね。ここで道の駅に寄っていこうと思います。知床の道の駅ウトロ知床に来てます。知床の農産品いろいろ売ってて、面白かったのは、よいしょ、知床大粒もち麦。ご飯に混ぜて炊くんですけど、ちょっと米が心もとないんで混ぜて炊こうかな今晩からと思います。知床は麦で有名で、春よ来いはパン作りする人には憧れの小麦です。あとはですね、北のあんドーナツ、ちょっと食べてみたいと思います。お砂糖がまぶされてて美味しいです。今日寒いんでね、あったかいコーヒーに合いそうですね。この道の駅結構大きくて、バイクもたくさん来てました。これからの知床峠に行くのが多いんじゃないかなと思います。いよいよ知床峠に向かって登り始めます。おっと、この看板、カムイワッカ湯の滝は西側の山間を行く道の末端にある天然の熱水の滝で、昔は自由に入れたそうですけど、知床が世界遺産になったので観光客が急増したため入山規制が始まり、知床自然センターから先に入るには予約制になったということで、ここが知床自然センター前です。この先20キロほど進んだところにカムイワッカの湯があります。知床半島についておさらいしてみましょう。北海道の東側に角のように突き出た知床半島は幅25キロ、長さ70キロぐらいあって、先端から3分の2が国立公園になっています。これから向かう知床峠は真ん中ら辺を横切る国道334号線の最高地点で雄大な羅臼岳が眺められるポイントです。一応半島の東側は海沿いに道があって、先端の16キロ手前まで行けるようになってるんですけど、要するに知床半島は先端まで行く道がない、日本では珍しい半島で、厳しくも手つかずの自然が残っている場所です。知床遊覧船じゃないと見られない風景が多くあるわけですね。そして北西部もこのカムイワッカの湯の滝あたりまでは行けるにしても予約制。いやー、すごいですね、国立公園って。
使える。すごい。すごいな。野付半島のゲストハウスみたいなところに来ました。もうちょっと先が、車で行ける一番端っこなんですけど、ついここから2キロぐらい先です。行ってきましたけど、鹿さんがたくさんいました。海がね両方にあって、湾の方は湿原地帯みたいな感じになってるんですけど、こっち側のオホーツク海側は北方領土、国後島が見えるところみたいです。もともと国後島、今ロシアがね実効支配してますから、いろいろ思うところはある日本人は多いとは思うんですけど、現実問題、その北方領土が今帰ってきたとして、今北海道のこの辺のところとかみたいな同じ開発ができるかっていうとちょっと別かなっていう感じはしますけれども、東京に住んでるとあんまりね考えないですよね。ちょっと驚いたのは、この野付半島のギリギリぐらいまでは町があって途中まではね住宅もあるんですよ。でもちろん漁業関係の業者とかも入ってるんですけど、電源はもうかなり先まで電信柱が立ってますんで、相当先までちゃんと供給されていて、もう普通の場所なんですよね。自然現象としてこうなんかサスになってるけど、人は来るしお客さんもいて、今もトラクターにこうドナドナされて観光するっていうやつがこれから始まろうとしてるんですけどこういう感じで自然を楽しめるようなところになっていて、いやすごいな日本って思いました。観光下地があるところっていうのはやっぱりすごい元気で、本州であれば人口これだけ少ないと衰退してんじゃねって思うようなところも北海道はバリバリ元気なんですよね。そこはやっぱり他とは違うなと思いました。というわけで本当は国後島が見えている野付半島からです。今日は寒いのでホットコーヒーですホットコーヒーですよ。7月なのに湯気立ってるな。知床で買ったドーナツ、おやつ。これねとってもうまいんですよちょっとファンになりました。ちょっと晴れ間が見えてたのに海側から分厚い霧が覆いかぶさってきました。この後飽和した霧の中を走ります。根室半島の付け根には風蓮湖と温根島という汽水湖があって、半島の西側を国道44号線が通り、東の海側に根室本線が通ってます。霧で見通しが悪いし、ほとんど車とすれ違わないので不安だったんですけど、根室の街が突然現れました。ちょっと根室駅に寄ってみようと思います。これ根室駅ってこんなちっちゃいの？券売機とかってないんですね。釧路まで3000円近くするし、今朝出発した網走まで6000円以上する。1日12本しか列車来ないのか。
れ終着駅だからなんかあるかなと思ったんですけど、訪れる人もここから列車に乗る人たちではありませんでした。うわやばいな。もう本当にこの日は霧の中をさまよっているような一日で、それでも根室に来たんだから今更野サップ岬に行かないと何しに来たのか分かんないなと思って、ともかく行ってみようと走り出したんですけど、ますます霧は濃くなるし、シールドの内側まで持ってきてすごいやばかったです。はい、野サップ岬に着きました。もうなんか根室出てから霧がすごくてですねもうこんな何が周りにあるのか全くわからないです。確かですね、こっち側にはタワーがあるはずなんですけど、これかな、見えないですからねなんかここに筋立ってるって感じです。とりあえずなんかまた素晴らしいいいお天気の時に北海道に来て野サップ岬が回れるように努力したいと思います。寒いんですよ。とにかく今日は多分ですね13度ぐらいしかないんです。本州では35度だ38度だとかって言ってるんですけど、何のことやらって感じなんですよね。家族にこっちはこんなに寒いんだよって言っても、そんなはずない的な、なんでそんなに寒いのみたいなこと言われてしまうっていうような、すごく寒いです雨も降ってきたので次に向かいたいと思います。北海道はですね、やっぱり緯度経度の問題で太陽が弱々しい感じがするんですよね。太陽光パネルも角度がねやっぱ全然違うんですけど、だから16時ぐらいを過ぎちゃうと、日没17時台なんですけど、全然もう光が弱い感じをします。野サップ岬到達。ここはもう本当に北方領土問題の最前線でして、野サップ岬からだと歯舞群島が最も近いんですけど、最短で5キロも離れてないんですよ。仮に歯舞の死没島からマッハ1ぐらいでミサイル発射すると1分半でドカンな距離なんですよ。だって見えてんだもん。いや今ちょっとやばい言い方しましたけど、今のようなホイホイ戦争を仕掛ける国になっちゃってるロシアから島が帰ってくるかとかよりも、なんか打ち込まれる的なものを心配まず しちゃいますよね、気分的に。そうならないための外交とか友好親善とか、その防衛とかについて考えちゃうような場所だよなと、道東の旅では本当それを強く感じました。このずっとね炎燃えてるんですけど、このモニュメントができたのは昭和56年、1981年なんですよね。いろいろ考えちゃいますよ本当。この後霧多布岬に移動中にカメラがおかしくなっちゃって全然動画撮れませんでした薄暗くなってようやく寒い霧多布ではバンガローを借りて雨露をしのぎましたもうね風すごい激しくて、で明日は襟裳岬の方に向かう予定です。ではまた次の動画でバイ。